皆さんこんにちは、ルリコです。本日ははやぶさを納車されてから2年が経ちましたので、私のはやぶさのカスタムを紹介したいと思います。さあ、というわけでただいま4月の8日名古屋モーターサイクルショーが終わった翌日です。なんか毎回名古屋モーターサイクルショーにこのはやぶさで来るという恒例のようになっております。ちなみにですね、私の今の走行距離は39,269キロ。確か1年前がですね22,000キロぐらいだったと思うので、だいたい今年1年は17,000から8,000キロぐらい走ったかなっていう感じですね。カスタムに関しては今まで動画でご紹介している部分もあったりもするんですけど、実はこそっと変えてる部分もあったりするので、それに関してはもしかして気づいてた方もいらっしゃるかもしれないんですけども、改めてしっかり全部ご紹介をさせていただこうと思います。はい、まず最初にですね、はやぶさカスタムした箇所がちょっと見づらいんですけど、ストライカーさんのラジエーターコアガード&オイルクーラーガードセットですね。ここの部分とここの部分を交換していて、ここにちょっとストライカーって見えてるんですけども、はい、ここをですね最高速チャレンジをしたりとかしてたので、あと旅をしているとこういうところにですね石がね当たったりして、オイルクーラーガードとかラジエーターに穴が開いたりしないように防ぐためのガードを取り付けています。こちらがですね税込みで42,900円です。お次が同じくストライカーさんのステップキットです。スポーツツーリングコンセプト STC ステップキットというもので、金額が税込みで63,800円となっておりますが、私はですねこれカラーオーダーになっております。ここの部分とここの部分と、ここの部分とかをね確か色を変えられたんですよ。なので私は青色が差し色で欲しいなとは思ってたんですけど、全部青にするのはちょっと目立ちすぎちゃうかなっていうので、バランスをとって黒と青と黒っていう形にしたと思います。はい、でカラーオーダーにするともうちょっと金額が上がると思います。でこのステップはねちょっとギザギザしているので、靴が結構食い込むっていう感じでね、長時間乗ってっても足がずれたりしないのですごくいいです。はい、そしてこちらの部分、同じくストライカーさんのリアスタンドフックセット、はい、こちらでございます。こちら税込みで4,180円ですね。タイヤ交換したりとかそういう時にこのスタンドがあると楽っていうのと、ちょっとしたポイントでおしゃれになっております。やっぱり青ですね。はい、そしてお次こちらの部分ですね。デートナさんのプレミアムゾーンオイルフィラーキャップ、はい、これが税込みで5,500円でした。これかっこよくない？この切れ込みがとっても美しくてね、すごいちっちゃいパーツなんだけど、少し変えるだけでもアクセントになるし、私整備とか苦手なんだけど、これはねキャップ変えるだけだからね、私でもできた。はい、お次がですねもうすごく大きな部分になるんですけども、このラッピングです。これがボイジーさんっていうラッピングの業者さんにお願いしたんですけども、私はこのラッピング、このラインが入ったやつですね、この紺色のやつなんですけど、こことここと、あとこことここですね。これは、ボイジーさんにお願いして自分の好みの感じでデザインをしていただいて、あともう一個ですね、ラッピングとは別にプロテクションラッピングっていうのがあって、私はそれヘッドライトとメーターの部分にですね実はラッピングがしてあるんですね。ここだったら分かりやすいかな、フィルターなんていうんですかね、はい、ラッピングがされてるんですね。でこのプロテクションラッピングすることによって傷の防止にもなるし、あとねヘッドライトとかは万が一割れてしまった時にフィルムが貼ってあることによってそのヘッドライトのカバーが飛散しないんですよ。だからそういう面でもすごく安心です。私はとにかくこのラッピングがお気に入りで、純正の良さも生かしつつこのラッピングでちょっと個性を出して流れるようなラインを入れたことによって自分が好きなこの紺色の色味が増して、より引き締まったかなっていうデザインがすごいお気に入りです。でこれがラッピングとフィルムの施工代でだいたい13万円ぐらいでしたね。はい、お次がこのシートですね。はい、このシートを取り付けるところはですね動画でご紹介はしていたんですけども、
これがルイモトっていうメーカーのシートカバーになっています。この私のはやぶさのカラーリングにこんなにぴったりなシートあるってぐらいにぴったりなかっこいいシートですよね。これ変えることによって結構ガラッと変わったなと思うし、あんまり人と被らないですね。これはでもねちょっとお高くてですね、まずフロントですね。フロントが 26,730 円、リアが 18,590 円。カスタムって怖いね。でこのシートはですね、このシートカバーを純正のシートにかぶせて貼り付けているので、若干このシートカバーをつけることによって足つきは正直悪くなっています。リアシートはね、本当はね、私はねリアシートをつけないでコブをつけたいんです。はやぶさといったらそのコブがかっこいいじゃないですか。だけどさ、私はさ旅をするからさ、荷物をとにかくここに乗っけるわけで、コブをつけるとバーを取ったりとかしなきゃいけなくなっちゃうんで、だからもうめんどくさいからもう諦めてるんですけど、でもこのシートカバーつけたことによってよりなんかちょっとスポーティーさが増したので、よし、でもいつかコブはつけてみたい。さあ、そしてあとはこのデイトナさんのミオのドライブレコーダーも取り付けましたね。このフロント部分とリアの部分ですね。これに関しては直近の動画見ていただければなと思います。はい、でそしてこの吉村のマフラーです。はい、こちらは吉村のスリップオン R11SQR サイクロン2本立ちエクスポートスペック政府認証 STB チタンブルーカラー、税込み277,720円。これが一番高い。高いよ、高かったけど、でもこれは本当に満足感が高いです。もう何と言ってもかっこいいです。かっこいいでしょ。もうずっと私が欲しかった吉村のスリップオンなんですけども、私はねこのチタンが良かったので、このチタンブルーカバーっていうちょっと金額が高くはなっちゃったんですけど、こちらにいたしました。はやぶさの純正のマフラーってすごく重たくて大きいんですけど、それをねこの吉村のスリップオン入れたことによって軽くもなったし、見た目もちょっとスリムにもなったし、乗ってて重さっていうのは本当に最初またがって起こした時に感じた時だけですね。もう忘れちゃったんですけど、でもこれは高くても入れてよかったなって思います。でこれをね取り付けてもらったのは横浜にある加賀山さんのライドウィンというところでね取り付けをしていただいたんですけど、もう1点やったことありましたよね。はい、はやぶさアクセルが重たい問題というわけで、私のはやぶさにはこのスロットルのバネの部分をライドウィンさんで交換してもらいました。でもこれは目で見てはわからないので、確かこの辺にある部品ですそれも詳しくは昔の私の動画を見ていただければと思うんですけど、はやぶさのアクセル重たくて腕が痛いよって困ってる方いたら、ライドウィンさんのアクセル軽くするやつって言えば伝わると思うので変更してみてください。でこのはやぶさのハンドル周りですね、ハンドル周りでよくねコメントが来るのがこれかな。これがエンジンかけてるとここが光ってるんでね、こうやって光ってるんで、これ何なのってよくコメント来てるんですけど、これも昔ちょっと動画に上げたんですけど、これは交通関係の気をつけるポイントをね教えてくれる、レシーバーとなっております。でこれは音と光で教えてくれるんですけど、最近はちょっと音の方は私使ってなくて、この光で判断してます。例えばちょっと取り締まりポイント気をつけてねっていうとこは赤に光ったりとか、そういうので結構助かってますね。はい、でこれは先ほど紹介したデイトナさんのミオっていうドライブレコーダーのちょっと操作するボタンですね。でこっちがクワッドロックの振動にも対応できるスマホホルダーです。じゃあここからが動画で紹介してないところですね。わかりましたか？ここです。じゃーん。わかったかな？はい、こちらがですね、なんとカーボンなんです。もともと純正だとここはねシルバーになっていて、シルバーもすごく上品でお気に入りだったんですけども、ちょっとねこれつけてみたらまた雰囲気変わったんですよね。こちらがストライカーさんのエアロデザイン SAD カーボンメーターサイドフラップとカーボンサイドカウルガーニッシュっていうパーツです。31,900円、54,450円。職人さんのね手作りなのでね、でもこれ本当にねつけてよかったなと思うんですけど、取り付けは純正のこの元々のシルバーのところに
両面テープで確か貼るような形ですね。ちょっと私は不器用なんでお願いしちゃったんですけど、この下にはもともとのシルバーのメキのようなものがそのまま残っています。すごくない？美しい。みんな大好きカーボンだよ。ここが黒になってることによってすごく引き締まってない？あとね、やっぱカーボン入れるとね、単純にねテンションが上がる。はい、で最近ちょっとねちらっと変えたのがこのレバーですね。こちらが UK のレバーですね。ここが調節できるタイプで、この調節するところはブルーにして、こっちはシルバーにしました。だけどこれなんか思ったよりちょっとシルバーだったから、もうちょっと濃い色でもよかったかなとは思ってるんですけど、なんかもしかしたらそのうち変えるかも。はい、そして番外編なんですけども、私が旅をする時いつもバッグをね積んでると思うんですけど、その積み方を知りたいっていうお声もあったので、一緒にご紹介したいと思います。じゃあ持ってきます。これが重いんですよ。よっはい、このまま乗っけます。板って普通なんですが、ちなみにバッグはタナックスさんの一番大きなシートバッグですね。これを魔改造しておりまして、実はここにローラーがついております。これがあることで下ろした後の移動が超楽なの。ありがとうタイガーちゃん。あとはここにあるフックの部分ですね。これをもう普通に紐をかけて、はやぶさのこの純正のこのタンデムバーはここにちょっとしたね突起があるんですけども、これにこうやって引っ掛けるような感じで輪っかに通してカッチ、こっちも輪っかに通してカッチで、この時にねだいたいシートバッグってこう前の方に行っちゃうので、なるべく後ろにつけるようにして、前の方も同じく輪っかを通してカッチ、よしでグッグッとグッとします。こっちもグッグッとして、ここまでは多分普通の積み方をしてるんですけど、何か変わったことをしてるといえばですね、ここのこれなんて言えばいいのか分かんないんだけど、多分これキャンプ用とかでここに寝袋とかを固定するやつだと思うんだけど、これがなんかいい感じにね使えて、タンデムのバーのところに通してグッと両方ね、こうするとより動かないし前に行かなくなりました。これで安定。以上。別に何も難しいことはしておりません。そのまま乗っけてしっかり固定をしているだけです。はい、というわけで今回は私の愛車のはやぶさのカスタムをご紹介させていただきました。視聴者さんではやぶさオーナーさん多いと思いますので、カスタムの参考になれば嬉しいです。これからねしたいカスタムとかはそうですね、割と今は結構一通りやったんじゃないかなと思うんで、もし宝くじでも当たったらゲールスピードのホイールとか入れたいですね。高くて手が届きませんが、いつかそんなことができたらいいななんて夢を持ちながら、まだまだはやぶさと一緒に全国旅をしていきたいと思います。というわけで今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Why when you're away do I miss you? Is it just because I can't kiss you? Is it dishes in the sink or the lack of a wink? Or just because I love my life with you?